こんにちは、ジパング55のタカです。今私は島根県出雲空港から松江市に向かっています。前回の動画から引き続き、2泊3日で島根県を回りながら、星野リゾートブランドの一つ、海玉造りと海出雲に宿泊する予定です。この動画では島根のおすすめ観光スポットや飲食店10カ所をご紹介します。必要な部分まで飛ばしてご視聴いただけたらと思います。以前にご紹介した島根観光スポット7選と合わせると、島根の主要な場所は抑えられるので、合わせて確認してみてください。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをいただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。まずは松江エリアにある松江城です。松江市内の中心地にあり、出雲空港、米子空港の両方からアクセスが良い場所にあります。松江城は全国に12城しか残っていない現存天守の一つです。現存天守は江戸時代またはそれ以前に建てられ、壊れることなく現代に姿を残すお城です。その中でも、慶長16年完成の松江城天守は、彦根城、姫路城と並び、近世城郭最盛期を代表する天守として国宝に指定されています。12天守中、広さは第2位、高さは第3位となっています。値段は大人1人800円です。小泉八雲記念館と武家屋敷がセットになったチケットは1440円。歴史博物館とセットになったチケットは1200円です。カードや電子決済ができるので安心ですね。こちらが松江城の散策マップです。松江城から八雲記念館までは徒歩10分ほどの距離です。後ほど向かいたいと思います。こちらが松江城です。立派な天守閣ですね。中には当時使用されていたシャチボコなど貴重な遺品を見ることができます。戦闘に備えて籠城できるように井戸も完備していたようですね。塩蔵もあり、25の米俵を2年ごとに確認していたことを示唆する札も発見されています。広々しているわけではなく、当時の面影を残した造りになっています。建物自体は1950年に大解体修理が行われ、一度解体し修復作業を行っています。展示物などは最小限になっており、熊本城や大阪城の展示とは違っていました。階段は急なので、上り下りには注意が必要ですね。天守閣の最上階からは、松江市内を見渡すことができます。宍道湖も見渡せました。雄大な松江城から歴史をぜひ感じてみてください。松江城の近くには幸運閣という建物があります。無料でレトロな明治の雰囲気を味わうことができます。明治天皇行脚の宿泊施設として建設されましたが、行脚は行われませんでした。ですが、1907年に皇太子義仁親王、後の大正天皇のご宿泊所として使用されました。そのため、内装は豪華な装飾が施されています。中には喫茶店もあり、レトロな雰囲気を味わうことができます。メニューも豊富なので、休憩がてら立ち寄ってもいいかもしれませんね。今回はセットのチケットを購入したので、八雲記念館と武家屋敷にも立ち寄りたいと思います。松江城のお堀の周りにある建物は、当時の様子が伺えます。松江城からは歩いて15分、車で8分ほどの距離です。ちなみにこの近辺の駐車場の方が、松江城近くの市営駐車場よりも安かったですね。こちらが小泉八雲記念館です。八雲は明治時代の作家、大学講師です。ギリシャ西部のレフカダ島で、パトリック・ラフカディオ・ハーンとして生まれました。幼少期の事故で片目を失明しますが、アメリカでジャーナリストとして活躍します。その際に、英訳された古事記に感激を受け、来日しました。帝国大学などで英文学などの教師をしながら、
1896年には松江の士族の娘、小泉節と正式に結婚し、日本に帰化しました。三男一女に恵まれます。2025年秋には、NHK の朝ドラで小泉節をモデルにした、バケバケが放映予定だそうです。著作家としては、翻訳、紀行文、祭話文学のジャンルを中心に生涯で約30の著作を残しました。館内には八雲が当時使っていたものが展示されています。中は撮影できませんが、八雲の数奇な人生をたどることができるので、ぜひ訪れてみてください。小泉八雲記念館のそばには、武家屋敷があります。江戸時代初期から、松江藩の500から1000石程度の中級から上級藩主が、屋敷替えによって入れ替わり住んだ場所です。280年以上経た建物で、昔の姿をよく残し、松江市の文化財に指定されています。中には当時の生活を再現した人形や説明文が置いてありました。お風呂場、台所などもあり、当時の暮らしぶりがよくわかりますね。井戸の水を汲んで溜めておく桶は、家の中からも汲めるようになっており、生活の知恵がうかがえます。中には簡単なお土産店もあったので、よかったら立ち寄ってみてください。続いてはお堀沿いを歩き、遊覧船乗り場に向かいたいと思います。松江城の周りのお堀を小型ボートで移動できます。乗り場は3カ所あり、1周50分ほどです。今回はふれあい広場から乗船します。乗船場所には、地ビール缶というクラフトビールを販売しているお店もありました。中にはお土産も販売していました。クラフトビールも飲めるので、時間があれば立ち寄ってみてください。出発時間は決まっており、場所にもよりますが20分から30分間隔で運行しているようです。時間までは乗り場で待てるようになっていました。値段は大人1600円です。子供には救命胴衣の貸し出しも行っているので安心ですね。10分ほど待って乗船時間になりました。一艘でだいたい7から8名のお客さんが乗船していました。船内では靴を脱ぎ、座って景色を眺めます。屋根もあるので多少天気が悪くても運航は可能なようです。船頭さんが街を説明しながら運航してくれます。川の水のおかげで天気が良い日でも涼しくて気持ちがいいですね。松江の街並みを見ながら船頭さんが案内をしてくれます。屋根は上げ下げ可能で、橋など天井が低い場所は下ろして運航します。島根の民謡などを各所で歌ってくれました。お船ぐるぐる輪をかいて常連いっぱいしじみとり松江堀と緑の城下町七くぐり抜け船のエンジン軽やかで3.7キロ堀を巡り。はい、どうぞありがとうございます。松江城を見ることもできました。石垣なども間近で見ることができ、迫力がありました。50分もあっという間なので、ぜひ参加してみてください。続いてはうなぎが美味しい山店です。松江城から30分ほどで、以前ご紹介した江島大橋のそばにあります。事前にネットから予約することができます。大根島の井戸水に放ったカツウナギを
職人の手で一尾ずつ丁寧にさばき、秘伝のタレで香ばしく焼いているそうです。うなぎは鹿児島産のものでした。店内にはお土産も販売していました。広々しており、座席も多いので、お客さんの回転は良さそうです。メニューはうな重やかば焼きなどの用意があります。うな重はご飯の間にもうなぎが入っており、見た目以上のうなぎの量です。うなぎ丼もうなぎの量を選べるので嬉しいですね。他にも珍味や一品料理がありました。持ち帰りやお土産用のうなぎも販売していました。うなぎを気に入ればお土産に購入してもいいかもしれませんね。私は特重を注文しました。うなぎがまんべんなく引き詰められていて美味しそうですね。宍道湖はアサリが有名ですが、このアサリのだし汁がとても美味しかったです。しっかり味が出ており、付け合わせの汁物としては最高のお味でした。うなぎは肉厚でとても美味しかったです。ご飯の間にもうなぎが入っているので量がかなり多いです。タレも好みに合わせて追加でかけることができます。一緒にうまきも注文しました。かなり大きく、こちらも好みでタレをかけて食べることができました。卵が熱々でうなぎとよく合っていました。ただ値段が2000円と少しお高めだったので、特重だけでも十分うなぎを堪能することができると思います。最近の物価高を考えると6000円でこのうなぎの量はお得かもしれませんね。皆さんも近くに来たら立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのは太田エリアにある石見銀山です。出雲空港から車で55分ほど、松江城からは1時間10分ほどの距離にあります。島根の西側のため距離は少しありますね。最寄り駅までバスも出ていますが、車で向かうのが一番楽だと思います。館内にバスの時刻表もあったので参考にしてみてください。石見銀山は2007年に世界遺産に登録されたアジアで初めての鉱山遺跡です。石見銀山は主に2通りの見学方法があります。一つは自分だけで歩いて回り、常時見学できるリルゲンジマブ。2つ目は、主に金土日祝日の決まった時間に開催され、ガイドと一緒に見学できる大久保マブです。値段はガイドがつくので、大久保マブがだいぶ高いですが、石見銀山を深く知ることができるのでおすすめです。所要時間はどちらも2時間以上かかるので、時間に余裕を持って来られるのがおすすめです。私はせっかくなので大久保マブに参加することにしました。石見銀山世界センターには有料ですが、どのように銀が採掘されていたかの展示がされています。無料エリアにも多くの展示があるので確認してみてください。それではツアーに参加したいと思います。でこれ岩に裂け目がありますけど、これは銀の鉱脈を採掘した後なんです。で銀を大量に含んでる部分だけを丁寧にこう取り去ったんで、こうやって岩盤の裂け目が残ってます。でこれとこれ同じところ撮影したものなんですけど、この人間と比較していただくと、非常に大きい鉱脈だったっていうことが分かっていただけると思うんですが、全て石見銀山遺跡ですね。鉱山地区だけじゃなくて港とかそれをつなぐルートも世界遺産に登録されてます。この今赤いランプがついたところが徳川家康の手に落ちた時ですね、関ヶ原の戦いで。その後に柵が張り巡らされました。でそれでこの中を柵の内って呼ぶんですけど、この鉱山地区と外側の人間が自由に出入りできなくしたんですよ。それで10箇所口番所という、税関みたいなところを設けて、でそこで、抜け荷の監視と、あと中に物を売りに来る商人に対して、課税してました。坑道近くまではバスで移動します。坂が急な場所もあるので杖を貸してくれました。ツアーは毎回12名前後いるそうですが、
今回は一番最後だったので6名ぐらいでした。奥に見える山が銀鉱山だそうです。坑道入り口までは少し坂道を登っていきます。その間にもガイドを行っていただけました。ところなんですけど、じゃあこの辺に大体もう柵があったって、推定されてるんですよ。だから江戸時代というか関ヶ原で毛利が負けちゃった後はここから先はもう御禁制の場所ですね。江戸時代の坑道の跡です。人間が張って入れる程度の穴しか開いていませんね。このような坑道が980もあるそうです。17世紀前半、石見銀山の銀排出量は年間約38トンとされ、世界で産出される銀の3分の1を占めていたと言われています。当時の世界地図には石見の記述もあったそうです。こちらが大久保間部の入り口です。ちなみに間部は江戸時代の言い方で、明治からは坑と呼ばれています。坑道前には待機所があり、長靴とヘルメットを借ります。安全のためにガイドの他にも付き添い人が1名同行していただけます。それでは中に入っていきます。ドクドク音がするのは水を排水している音です。下の長方形の穴が江戸時代の採掘跡です。横2尺縦4尺、60センチ×120センチですね。でこれが、江戸時代の標準的な寸法です。穴を掘る時の。それで一つの穴に一人の工夫です。でそれに手子というアシスタントが一人と、あとガラ山追いという、掘った鉱石を外に運び出す人、それが2人から3人ついて、大体1つの穴を4人から5人で担当してました。銀を削り取った後だそうです。光るようなものってないですよね。で詰めて、それで粘土で蓋をして吹き飛ばしてこう剥がすような感じで崩してました。で当時の資料にダイナマイトと火薬と削岩機を場所によって使い分けるっていう、そういうことが書いてあります。内部は明かりが本当になく、ライトを消したら真っ暗です。洞窟の中を探検しているようですね。江戸時代の甲府が足場にしてたものです。でその上の方ですね、地表の方向に向かって掘り進んでいくときに、こういったものを食い込ませてはしご状にして登っていました。でこれが絵巻物に残ってます。そういった姿が。横合いっていう行動ですね。手掘りで掘り進んだ後です。でその下はもう明治に爆薬で吹き飛ばした後です。ですから今私たちがいる場所っていうのは、江戸時代に作業してた人たちからすると地面の下なんですよね。山師っていうのは悪い意味はなくて、当時鉱山経営者のことを山師って言ったんですけど、これ儲かったと思いますね。これだけの大きい鉱脈に当たったら。ただ今言う山師と同じで、なかなかわからないんですよね。実際掘ってみてどれだけ鉱脈に当たるか。それで980も穴が開いちゃってるんですよ。掘ってみて大したことないなと思ったら、そこを休山にしてしまうんで。創業してた時はトロッコでこの辺まで鉱石を運んできて、それで砕いて、で落としてたそうです。もうさっきのトンネルで、そうですね。下が金星鉱ですので25メートル下ので、そこでトロッコに積み替えて、それで山の反対側の精錬場まで運んでました。ツアーで行ける奥まで来ました。坑道はまだまだ続いているようです。かなり広いですね。上にも続いているので、至るところを掘っていたのがわかります。
両側からこう押さえつけるように止めてる釘なんですけど、でここの銀の再開発が失敗した時にレールはもうすぐ撤去してしまったんですけど、その時にここだけ奇跡的にレールを押さえてる状態で残ったんですよね、この1箇所だけで。その使われていた状態で残っている犬釘っていうのは19世紀のものでは日本でここだけです。クルップのレールが日本で初めて使われたのは1910年に九州が最初だっていうふうに聞いてたらしいんですよ。それはそれより10年以上前に島根県のこの石見銀山で使われてたっていうことを知ってものすごく感激してましたね。私もまさかそのクルップゆかりの人が来るとは思ってなかったんで。熟成試験で日本酒や食品も貯蔵されているそうです。1年を通して気温や湿度が一定のため熟成させるのに適しているとのことです。かなり見応えのあるツアーでした。ぜひ皆さんも参加してみてください。続いては出雲エリアにある須佐神社です。貝玉造りの石見神楽に出てきたヤマタノオロチを退治した須佐之男命が祀られています。出雲空港から車で40分ほどの距離です。境内はシンプルですが、とても厳かな雰囲気を感じます。出雲大社の大社のように本殿が高くなっていますね。本殿は一周できるようになっていました。事務所では御朱印やお守りなども販売しています。本殿の裏には大杉がありました。かつて加賀藩から金800両で所望されましたが、断ったそうです。樹齢1300年の御神木です。お守りも販売していました。須佐神社には七不思議と呼ばれるものがあるので、気になる方は調べてみてください。こちらの井戸は稲佐の浜に続いていると言われており、満潮時には付近に潮の花が吹くそうです。入浴用として効能もあるようなので、気になる方は試してみてください。神話が息づく神社なので、近くに来たら立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのは、出雲日の岬灯台です。出雲空港から40分ほど、出雲大社からは20分ほどの距離にあります。海面からの高さは 63.3 メートル、地面から頭頂までの高さは 43.65 メートルで、日本一です。青空に白の灯台は、コントラストも鮮やかに映えますね。灯台の上は展望台となっていて、目の前に日本海が広がり、晴れた日には遥か北方に沖ノ島が見えることもあるそうです。島根半島の最西端、日本海に突き出た岬の先端にあり、夕日の眺めは素晴らしく絶景です。海岸沿いは1周15分ほどで歩けるようになっていました。道も舗装され、歩きやすいので気持ちよく散歩ができると思います。ここに来るまでの道路が海岸沿いに沿って曲がりくねっているので、運転だけ注意してください。本数は多くないですが、バスもあるので車がなくても来ることができます。近くには星野リゾートの界出雲があります。こちらは次回の動画でご紹介しますので、そちらも確認してみてください。出雲大社からほど近いので、よかったら立ち寄ってみてください。続いては稲佐の浜です。出雲大社近くにあり、車で4分、徒歩で15分ほどの距離です。出雲大社の西方にある海岸で、国譲や国引神はゆかりのパワースポットです。弁天島という小さな島があり、岩上には豊玉彦命を祀る小さな祠があります。今は引き潮で真下まで行くことができました。紀々の国譲神話では、大国主の命が高間ヶ原から派遣された竹三日の神と国譲の交渉をした場所でもあります。出雲国風土記では国引神話の綱に見立てています。またこの浜は旧暦10月10日に全国の八百万の神々をお迎えする神迎神事の浜でもあります。
出雲大社の蘇我の社に稲佐の浜で採取した砂を納め、代わりに蘇我の社の砂を持って帰る参拝方法があります。家の四隅に置いたり、敷地に撒くと邪気を払い、幸福を招くと言われています。出雲大社に行く前に立ち寄り、砂を持ってぜひ参拝してみてください。続いてはお蕎麦の荒木屋です。出雲大社からも近く、歩いて5分ほどの場所にあります。江戸時代から240年続く老舗のお蕎麦屋さんです。人気店で開店前から並んでいましたが、開店率が早く店の座席数も多いので、そんなに待たずに入店することができました。2階席は靴を脱いで上がるタイプでした。出雲で有名なのが割りごそばです。そばを割りごと呼ばれる朱塗りの丸い器に盛り付けた出雲名物の割りごそばです。割りごの枚数によって値段が違いますね。他にも温かいそばや甘味もありました。席は畳に机と椅子が置いてあったので、ご年配の方も食べやすいと思います。割りごそばはつゆにつけるのではなく、おそばにかけて食べます。自分好みに調整してつゆをかけてみるといいかもしれません。そしてこちらが割りごそばです。まるでわんこそばのようですね。それぞれのお皿に具材が乗っているので、味を変えながら楽しむことができます。割りごそばは、1段目に薬味とつゆをかけた後、残ったつゆを次の段に付け足しながら食べていくそうです。そうすることで、つゆもより合わさっていくということですね。出雲そばは、そばの実を甘皮ごとひいた少し黒っぽいそばなのが特徴です。香りが高く、風味が豊かだそうです。味は美味しく、何杯でも食べれてしまいそうでした。出雲エリアは美味しいお蕎麦屋さんが多いので、激戦区ですね。ぜひ自分好みのお蕎麦を見つけてみてください。最後にご紹介するのは、出雲大社前にある魚屋です。明治に創業し、150年以上も続く老舗のお店です。つくね餅という和菓子が有名ですが、店内でぜんざいもいただくことができます。座席数は多くないですが、畳の席に座って食べれるのはいいですね。ぜんざい餅というお土産も販売していました。あまり日持ちしませんが、家族のお土産などに良さそうですね。そしてこちらが出雲ぜんざいです。白玉が紅白になっていて可愛らしいですね。一緒にお漬物があるのも嬉しいポイントです。出雲でぜんざいが有名な理由は、発祥の地とされているからです。諸説ありますが、旧暦10月に行われる神在祭で振る舞われた神在餅が出雲弁でなまってずんざい、さらにぜんざいと変化し全国に広まったという説があるそうです。なのでぜんざいを提供しているお店はかなり多いです。出雲大社の休憩がてらいろんなぜんざいのお店を回ってみるのもいいかもしれませんね。それでは今回の島根観光スポットいかがだったでしょうか。見どころがたくさんあり充実した観光地です。ぜひ皆さんも古の国を訪れてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでスーパーサンクス、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。